2代目フリードのガソリンモデル、新型デビュー直前の今乗ったらどう感じるというテーマで進めていきます。エンジン質感、乗り心地、静粛性に内装、そしてハンドリング、さらには大きな声で言えない話として、新型見てきてこのフリードと比べたらどう感じたかといった内容です。それぞれ詳しくはテーマ別の動画をたくさん上げていますので、よろしければこの動画の後、他の動画もご覧いただけましたら嬉しいです。では本編、このフリードで魅力を感じたのは、1番は内装、2番にエンジンと CVT の特性といった感じでした。ブレーキホールドや全車速対応の ACC の速と今でも全然良いと思いましたし、ライバルのシエンタでもブレーキホールドは省かれています。またエンジンと CVT は極限まで燃費優先という印象は受けずに、走りやすさや質感を優先してくれているだろうなっていうのがね、嬉しくなります。ということでエンジンとミッションの印象からいきます。まずエンジンはパワフルとは感じにくいけれども、スピードメーターの上がり方は速くて、スペックも129馬力と高いです。1500cc としてはね、ハイスペックなエンジン。また聞こえてくるノイズは大きめなんですけれども、音質的には不快感ない音質。トランスミッションの CVT は特別なことはなくて、印象のを語るほどのことは、そうは思いませんでした。逆に言うとそれだけ乗りにくいと感じる部分がなかったかなと言えます。ちょっとね、言い回しがあれだったので、まとめますと、エンジンはね、スピードメーターの上がり方見てると速く感じられます。それでスペックは129馬力と高い。あと聞こえてくるノイズはね、低回転でも大きめなんですけれども、音質的には不快感ない音質。で、CVT は乗りにくいと感じる部分がなかったというのが、このあたりがね、一言で述べる印象でして、さあ、これでね、右側車いなかったら、本線に出てフル加速してみたいなと思います。50キロからね、100キロぐらいの加速です。じゃあちょっとね、これで本線出て、ここから踏んでいきますね。今50キロです。はい、行きます。なかなかあれですよね。この車ね、加速、回転数上がっちゃうと速いんですよね。もう少し細かく見てみると、アクセルを少し踏んでいても大きめに踏んでいる状態。これを早開き特性などと言いますが、結構早開き的です。これは多人数乗車した時にね、7人まで乗ることが考えられているフリードですから、カッタレスを感じない調整だと思われます。人間1人60キロとして、1人乗車と4人乗車では180キロ変わってくるわけですからね。そこまで違うと結構違い感じて重いなって感じる方が多いでしょうから、そうしたためのね、調整だと思います。そうですね。やっぱり小排気量車には大きな影響となるのかな。で、自分たち試乗時は1人と2人で乗りまして、この状態だと思ったよりね、踏みすぎちゃう状態になりました。フリードね、もう初めて乗ったわけじゃないんですけれども、それでも思ったより速度で言うと10キロぐらいいつの間にか速度が出ていて、動画撮影中ね、意外とこの速度をね、意識しちゃいました。これに合わせて CVT もかったるさを感じさせない味付けになっています。とにかく低回転を使おうとしたりとか、加速が終わったらいち早くシフトアップして巡航モードに移行したりとか、そうしたタイプではなくて、必要ならスッと回転を上げてくれて、ラグを感じないようにね、エンジンの美味しい領域に近づけてくれます。このあたりね、ほんとメーカーの個性出ますよね。スペックに現れない乗りやすさとか、燃費優先とか。でもライバル車、シエンターって言っていいか。シエンターにはね、10速 MT モードがあってフリードにはないので、この関係が面白いところですよね。何もしなくて走りやすい代わりに、マニュアルモードがないフリードと、逆に10速 MT モードがあって気になるんだったらこっち使ってよっていうね、シエンタとね、ここね、自分面白いところかなって思いました。そうしましたら、フリードの魅力が詰まった内装の印象。もう広いとか便利とかいうのはね、当然として、それ以外にもいいとこあるよっていう話です。では、フリードの内装です。内装の動画、詳しくは、ハイブリッドの回に取り上げてますので、よろしければそちらをご覧ください。今日はね、ちょっとさらっと、自分が要点かなと思うところだけいきます。まず、この車の大きな特徴としては、メーターとね、ダッシュボード先端がすごく遠いです。もう、これぐらい。ここね、この車、ここに ETC ついてるんですけれども、全然届かないぐらいの位置になります。A ピラー。この辺がやっぱり独特な形してますよね。
すごくうねっていて複雑な形状をしていて、立派です。立派に見える反面、ちょっと車両感覚はね、取りにくいかなっていうのはありますかね。すっきりしすぎていても取りにくいし、で、ごちゃつきすぎていても取りにくいっていったところで、で、コンパクトミニバンとして、もうコンパクトミニバンらしいようなね、感じを受けます。で、メーターのあたりは、この車はね、ステアリングスイッチが、この時代のホンダ車らしくて、結構ね、凝っています。コックピット感ありますよね。こっち側はハンズフリー関係なのであんま使わないとしても、メーターの切り替えなんかはここの3つのボタンで使うんですね。やっぱりボタンの数多い方がコックピット感出ますから、このあたりはね、凝っていますね。オーディオ関係と、それから ACC に関する部分。そして、メーターの切り替え決定と、あと、ここね、ハンズフリー電話とかね、そういった部分に使う機能です。で、あとね、ちょっと個性的な部分でいきますね。今日ね、このフリードに乗っていて、おっと思ったのが、このミラーです。一ついつも普通のルームミラーがあって、その上にちょっとミラーがついている。で、このミラー、普段ね、自分そんなに役に立ったということがないんですけれども、今日ね、結構役に立ちました。理由は、これ広角なんですね。で、運転席から見ると、2列目シートとか3列シートの横側が見えます。つまり、ドアミラーを合わせきれなかった場合のね、視覚をこれで、補ってくれます。ほんとね、視覚の位置まで見えるんですね。取れたらちょっと静止画差し込みます。で、あとね、本来は多分これ2列目シートにいる、お子様とかを見て安心できるようなミラーだと思うので、そういった機能もね、十分です。縦方向にも横方向にも湾曲した広角レンズになってますから、幅広くね、見えます。で、こちらのミラーはね、それと比べると普通の乗用車的な感覚で、そんなに高い位置になくてね、目線に近いところにあります。NBOX とかより近い位置にあるのでね、終始目に入ってきて安心感ある位置です。で、あとね、もう一箇所行きます。やっぱりね、もう何度でも言わせてください。自分がすごくいいと思うのがね、このあたり。まずシフトセレクター、これね、この車本革じゃないんですね。内室塗装みたいなタイプで、それから、この辺メタリック調の塗装がされていて、メッキも入っている。で、この軸の部分もね、光沢ありますよね。綺麗に磨かれてると思います。で、ここがすごく立派です。で、これはね、すごくわかりやすい。で、あと、ここの黒い樹脂の部分。これもやっぱりね、表面綺麗なんですよね。もしかしたら金属のちょっと粒子が入ってるような、夜見るとね、そんな感じなので、すごくね、この辺も綺麗。で、さらに別の素材感で、このエアコンの、触るところの素材感。ここも黒がね、もうただの安っぽい樹脂ではなくて、しっかりとした形ですから、ここも立派です。で、アクセントでね、シルバーも入っている。ここ美しいですね。もう何度見てもね、自分ここ好き。これで、この車233万円ですから、おってなりますよね。もうこの辺だけでもすごくいい。で、あとね、ホンダらしいギミック。ここ色変わるのね。これ夜撮りました。じゃあ、内装について、あともう一点はあれですかね。真ん中に、この引き出し式のカップホルダーがある。収納式ってのがいいですね。あと、背の高い、こういうペットボトルを置いても、そんなにぐらつかないんで、走行中カチャカチ言うこともなかったです。この方のデビュー当時、もう8年ぐらい前かな。自分ホームページで、フリードの内装すごいよねと取り上げさせていただきました。でも、その時ね、乗り心地の面で厳しくて、全体としてはネガティブなレビューになっていたような印象があります。残っています。でもそうした乗り心地もモデル途中で改善されて、内装の良さが以前より生きてきているなとさえね、感じます。これ、夜間のね、一眼レフで撮った時の写真とかね、その奥行き感がすごい立体感があって、クラス以上の車をね、連想してしまいます。それから木目調パネル。これは世代によって好き不好きが分かれそうですけれども、とりあえず過色としてお金かかっているのは、間違いないところ、想像しやすいところ。そして手放していいねしたいのがエアコン操作パネル。ハイブリッドの光沢パネルね。こっちもいいんですけれども、ガソリンモデルの方は表面が塗装されるタイプで、この塗装がね、綺麗です。合わせてスイッチ表面の塗装も質感が高くて、文字もシャープ。さらにこのアクリル部分ね、面取りというか4辺の端っこがね、加工されていて、光の屈曲がね、美しいです。すいません。もうこの話10回ぐらいしてるってぐらいにね、自分の中で印象いいところです。で、逆に時代を感じるところで言うと、
ビルトインされたナビにコムリダインフォメーションモニター、それからステアリングスイッチといったあたりでしょうか。ナビは圧迫感ないので、これはこの良さがあります。そしてメーター内の液晶表示部。これはちょっとね、遠くて表示も小さいので、目が弱い方だと見えにくいかもしれません。ステアリングスイッチはね、ちょっと前のホンダ車的で、それ知っていると古っぽく見えますけれども、多機能に感じられるタイプなのは間違いないです。それはスイッチの数がね、多いです。そしたらリアシート。2列目は広いのは当然として、足元の関係からハイブリッドモデルより座りやすいですし、乗り心地もハイブリッドモデルより良いかなってね、感じられるところもあります。あと、フロアのね、微振動。これも気になりませんでしたから、靴脱いでね、裸足になって座っちゃっても全然大丈夫。そしたら、ハイブリッドと何が違うのっていうのはね、そう思われましたら、比較の動画を見てください。3列目。3列目はもうフリードのね、真骨頂。最低限以上のスペースが確保されていますし、座面が厚くて、走行中の衝撃はね、そこでカットされていて、静粛性もね、それなりには考えられている様子です。でね、しょうがないんでしょうけれども、という部分で言うと、ヘッドレストはリアガラスに近いです。これを不安と言っちゃうと、軽自動車のリアシートってね、みんなこんな感じですから、そうなると心配だったら家から出るななんていうね、話になっちゃうわけでございまして。目いっぱい奥にお尻を下げて座れば、ここね、2列目一番今後ろまで下げてますけれども、むしろ隙間できるぐらいだね、ここ。手のひら1枚入ります。頭の位置感覚はどうですかね。自分じゃ見えないですけど、多分、後ろのガラスギリギリに来ると思うんですね。横から撮ってもらうと、結構近いですかね。このくらいの感覚です。じゃあ、あとね、シートの厚み。これも、本格的なミニバンというわけにいかなくてもね、もう十分お尻を守ってくれるだけの厚みがあって、衝撃からね、体を守ってくれます。でも、とりあえず自分だったら、ジジババに座っていただこうかな、なんてね、考えちゃいます。そうした場合に、キャプテンシートはね、乗り降りの説明が必要なくて、3列目のアクセスできるのがね、もうすごく簡単。もう本当誰でもね、説明不要です。ベンチシートの場合ですと、やり方知ってれば簡単です。ちょっと気持ち勢いよくレバー引くだけで、で、この時ね、シートの前後位置を気にすることなくて、前倒しできます。そうしましたら、走行フィールの話に戻って、乗り心地の印象。後期ガソリンモデルでの印象ですので、前期とかハイブリッドモデルですと、また異なってきます。まずね、わかりやすい表現をすると、サスペンション。サスペンションがね、柔らかいまではいかない程度の柔らかめくらいの感覚。最大7人乗車までというね、そうした車の特性を考えると、本当はもっとね、硬くして安定させたいとか、7人の時のね、その安全性なんかをキープさせたいのでしょうけれども、でもそれより主たる使い方、コンパクトミニバンとして主たる使い方をね、重視してくれているようで、好ましいと感じます。質で言うと、質という面で言うとね、前後ともに普通といった感じです。適度にゴロゴロして、ギスギスして、で、稀に素早く動く時もある。それでもね、硬くて荒っぽいわけじゃないのがいいです。このあたりもそう、一昔前のステップワゴンとか、ストリームとか、あとオデッセイも一部グレードとかだったかな。3列目とかね、座ってられないほどに突き上げがひどかったりしましたから、それらと比較するとね、もうフリードは本当もうどこ座っても天国。それぐらいの感覚です。で、あと、静粛性。静粛性はエンジンノイズが最も目立つノイズと感じましたので、そう、緩い加速で、2000回転ぐらいを使うというのかな。そうした弱い加速中でもエンジンとは結構聞こえてきます。あとね、直噴と思われるカラカラ音もね、速度低い時とか停止中は聞こえてきます。なので、フロントシートだとね、ちょっとうるさいといったところが本音になりまして、そうすると、リアシートに座った方が静かに感じられるくらいっていうのがね、あるので、そうですね。そこ、タイヤのノイズが目立たない代わりに、ちょっとエンジンノイズが目立つみたいなね、印象です。あと、微妙に余談として、アクセル全開での加速中は、
こっちはね、結構静か。他の車でアクセル全開にしてる時と比べると、全開中だけで比較すると結構静かめ。そうね。そんな感じです。で、これ言葉変えるとね、ゆっくりした加速も強い加速もギャップが小さめなので、運転されるパパとかね、同乗者に踏んでること気づかれなかったりするっていうね、それがメリットにつながる方もね、いらっしゃるかもしれません。続けて、ハンドリングフィール。ここがフリードの惜しいところというか、ちょっと時代を感じさせるというかね、そう思った部分です。ハンドルの回し心地とか、戻してくる時の感覚とか、あとロールしていく時の特性とか。逆に言うと、そこまで気にしないよとなればね、新型じゃなくてこっちでも全然なんでね、そう思ったりもします。で、ハンドルの回し心地って、ここ10年、直近10年で最も進化した部分だとね、思っています。具体的には、小さな車でも大きい車と同じような感覚を、ハンドルについているモーターの力で作り出せるようになった。そんなイメージです。昔からね、そういう傾向は、でも10年前はあったんですけれども、最近ね、すごく自然に感じられる車も出てきている。本当ね、まず一部なんですけれども、特にね、ホンダ車すごく良くて、昨年登場した NBOX ですとか、あとマイナーチェンジされた FIT-RS ですとかね、もうここがね、もうすごく良かったです。なので、フリードも新型では大きく進化してくれるだろうと思う部分です。ハンドリングの中でもね、車が曲がっていく特性に関しては、同じフリードでもハイブリッドモデルはこっちの2代目でも印象いいですし、あと、新型になっても変わらないかなとか、あんまり変わらないかなと思うところは、やっぱりそのコンパクトなミニバンというボディ形状をね、ここに起因するであろうところに関してなんかは、そこまで大きくは変わらないんじゃないかななんてね、思っています。では続きまして、大きな声じゃ言えない話。今回の大きな声じゃ言えない話は、新型への期待や内装の違いといったあたりです。まだ載ってないんでね、そんなはっきり言える話じゃない。この展示車を見て撮影してきたくらいです。で、まず内装は、インパネと視界に関する部分がね、大きく変わって、2列目3列目リアシートはブラッシュアップ程度かなってね、自分は思っちゃう程度の改良です。インパネはね、新しさで言ったらもう、そこはもう新型ですよね。もう当然ですよね。すいません、失礼します。じゃあちょっとね、今度ようやくですが、運転席座らせていただけるということで、これから10年戦っていく新型ですから、今見て古さを感じちゃうようだったらね、それはちょっとっていうのはね、素人でもわかります。で、質感でいう部分に目を向けると、こっちはね、2代目の方がよく見えるところもある。まず造形としてはね、ミドルクラスミニバンみたいな造形していて、ボリューム感とかね、奥行きとか、この辺がすごく立派。あとね、プラスチックパーツのね、塗装が立派なんですよね。すごく綺麗。それからメーター内とかエアコン操作部の照明色が変えられたりっていうね、そういったギミックもバッチリです。でね、先にモデルチェンジしたシエンタ。シエンタもちょうどね、同じような変化をしていて、新型の内装がね、評判いいみたいなんですよね。仙台の時は、造形凝っていて、で、過色もね、いっぱいついていて、でもそれが新型で質実合計な方向に変わった。で、新型の方がね、評判いいみたいなんですけれども、自分、ちょっとね、仙台シエンタの内装って立派だったよねって思う時が、あったりします。で、話戻ってフリード。フリードね、装備面で言うと、電動パーキングとブレーキホールドが今度ついてきて、あと、エア EX 以上でね、リアクーラーもついてきますから、これら含めて内装っていうとね、新型かななんてね、思います。あと、A ピラーの構造が変わる部分。この2台目はね、斜め前っていうかタイヤあたりの感覚が取りにくかったので、ここはね、きっと良くなるはずです。視界というか、車両感覚の取りやすさですね。それから2列目のね、リアシートに関しては、同じような感じで、3列目は跳ね上げるときがね、軽くなったのと、跳ね上げてるときの間に残るスペースが広くなります。
ただ、その代わりなのか、2列5人乗りを選べるタイプが減っています。クロスターの一部とかね。で、あとね、走る部分。ここはね、ハンドルに関する部分はね、確実にって言っていいくらい良くなると思います。理由はちょっと動画の前半で述べましたっけ？今の NBOX とかフィットとかがね、すごく良くなりましたので、フリードも良くなってくれるはずだろうと。で、あと、ガソリンモデルに限ると、静粛性も良くなるかもしれません。で、こっちの理由は、エンジンがね、直噴からポート噴射タイプに変わるということで、それによってエンジンノイズは軽減される可能性がありますし、あと逆に言うと、最高出力は下がって、カタログ燃費がね、若干下がるようです。出力は129馬力が120馬力に変わるとのことで、このあたりはね、ちょっとまだ未確認情報です。新型3代目とこの2代目の中古で、しかもガソリンモデルで迷われている方いらっしゃいましたら、と思ったので、ちょっとね、中古車見てみました。フリードのガソリン G2 年うち走行1万キロ程度で、総額で220万円ぐらいの車がね、何台かありました。ホンダの認定中古車の価格です。3年うちで総額200万円ぐらい。1年うちですとね、ナビくらいしか変わりませんでしたから、なんでしょう。高年式多走行車みたいな車があったらね、もうちょっとあと10万円、20万円安かったと思うんですけれども、今はね、見つけられませんでした。で、そうね、相場で言うと、2年うちだったら新型エア EX より100万円安く買えるぐらいのイメージかな。自分の地域ですと、ホンダディーラーは中古車も扱っていて、新車の営業マンが両方を案内してくれたりもします。全部じゃないかもしれないんですけれどもね、そういうお店があります。それでもね、どっちかといえば新車をってこう進めてくるわけですけれども、確かにね、新車の方がお得というところもあるので、でもね、中古車選ぶと担当変わるって言われちゃうね、多くのお店よりは、ホンダ系って中古を選びやすいのだろうなっていう感じです。フリードの動画はたくさんアップしています。ハイブリッドとガソリンの比較ですとか、シエンタとの比較なども揃えていますので、ぜひチャンネルページからご覧くださいませ。チャンネルページはね、この女性スタッフのアイコン、画面で言うと映像の左下あたりにありますので、それを押すとチャンネルページに飛べます。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。